鬼、江戸川乱歩、生腕。探偵小説家の殿村正一は、その夏、郷里長野県の S 村へ帰省していた。S 村は四方を山に閉ざされ、ほとんど段畑ばかりで暮らしを立てているような寂しい寒村であったが、その陰鬱な空気が探偵小説家を喜ばせた。平地に比べて日中が半分ほどしかなかった。朝の間は朝霧が立ち込めていて、お昼ごろちょっと日光が差したかと思うと、もう夕方であった。段畑がノコギリ型に食い込んだ間には、いかに勤勉なお百姓でもどうにも切り開きようのない深い森が、千年の巨木がどす黒い触手みたいに這い出していた。段畑と段畑が作っている溝の中に、この太古の山村には似てもつかぬ二本の鋼鉄の道が奇怪な大蛇のようにうねうねと横たわっていた。日に8度、その鉄路を地震を起こして汽車が通り過ぎた。黒い機関車が勾配にあえいで、ボボボと恐ろしい煙を吐き出した。山鹿の夏は早く過ぎて、その朝などはもう冷々とした秋の気が感じられた。都へ帰らなくてはならない。この陰鬱な山や森や段畑や鉄道線路ともまたしばらくお別れだ。青年探偵小説家は2月余り通り慣れた村の細道を一本の木、一径の草にも名残を惜しみながら歩いていた。また寂しくなるんだね。君はいつ帰るの？散歩の道連れの大谷幸吉が後ろから話しかけた。幸吉はこの山村では第一の物持ちと言われる大谷村長の息子さんであった。明日か明後日か、いずれにしてももう長くはいられない。待っててくれる人はないけれど、仕事の都合もあるからね。殿村は目丈のステッキで、朝露に湿った雑草を無意味に投げ払いながら答えた。細道は鉄道線路の土手に沿って、段畑のへりや薄暗い森を縫って、はるか村外れのトンネルの番小屋まで続いていた。5マイルほど向こうの繁華な高原都市 N 市を出た汽車が山地に差し掛かって第一番にぶっつかるトンネルだ。そこから山はだんだん深くなり、いくつもいくつもトンネルの口が待っているのだ。殿村と大家はいつものトンネルの入り口まで行って、番小屋の二平じいさんと話をしたり、暗いトンネルの洞穴の中へ5、6軒踏み込んで、うおーと怒鳴ってみたりして、またぶらぶらと村へ引き返すのが常であった。番小屋の二平じいさんは20何年同じ勤めを続けていて、いろいろ恐ろしい鉄道事故を見たり聞いたりしていた。機関車の大車輪に歴史人の血みどろの肉片が粘りついて、洗っても洗っても放れなかった話。引き殺されてバラバラになった5体が、手は手、足は足で苦しそうにひょいひょい踊り狂っていた話。長いトンネルの中で歴史人の怨霊に出会った話。その他
数えきれないほどのものすごい鉄道祈願を蓄えていた。君、ゆうべは江野の町へ行ったんだってね。帰りは遅くなったの？殿村がなぜか遠慮がちに尋ねた。道は薄暗い森の下に入っていた。少し。大家は痛いところへ触られたようにビクッとして、しかし強いて何気ない体を装った。僕は12時頃まで君のお母さんの話を聞いていた。お母さん心配していたぜ。自動車がなくってね。テクテク歩いてきたものだから。大家が弁解がましく答えた。N 市と S 村を連絡するたった一台のボロ乗り合い自動車は、夜10時を過ぎると運転手が帰ってしまうし、N 市といっても山国の商都会のことだから、営業自動車は4、5台しかなく、それが出払ってしまうと、他に交通機関とでもないのだ。道理で顔色が良くないよ。寝不足なんだろう。いや、それほどでもないよ。大家は事実異様に青ざめた方を手のひらでさすりながら、照れ隠しのように笑ってみせた。殿村は大方の事情を知っていた。大家はれっきとした同村の粗放家の許嫁の娘を嫌って N 市に住む秘密の恋人と相引きを続けているのだ。その恋人は大家の母親の言葉によると、どこの馬の骨だかわからない渡り物のあばずれ娘であった。お母さんを安心させてあげた方がいいよ。殿村は相手を恥ずかしがらせはしないかとビクビクしながら、置き土産のつもりで忠告めいたことを口にした。わかっている。しかしまあ、売っちゃっておいてくれたまえ。自分のことは自分で始末をつけるよ。大家がピンと跳ねつけるように、不快らしい調子で答えたので、殿村は黙ってしまった。二人は黙々として薄暗く湿っぽい森の中を歩いていった。鉄道線路がちらちら見えているくらいだから、無論深い森ではないけれど、線路の反対側は奥知れぬ山に続いていて、立ち並ぶ木立がどれも一抱え二抱えの老樹なので、さながら大森林に踏み入った感じであった。おい、待ちたまえ。突然先に立っていた殿村がぎょっとするような声で大家を押しとどめた。嫌な者がいる。戻ろう。急いで戻ろう。殿村は怯えきっていた。薄暗い森の中でも彼の顔色が真っ青に変わっているのが分かった。どうしたんだ？何がいるんだ？大家も相手のただならぬ様子に引き入れられて慌ただしく聞き返した。あれを見たまえ。殿村は逃げ足になりながら五六軒向こうの大樹の根元を指さした。ひょいと見ると、その巨木の幹の陰から何とも得体の知れぬ怪物が覗いていた。狼、いやなんぼさんがでもこんなところへ狼が出るはずはない。山犬に違いない。だがあの口はどうしたのだ。唇も舌も白い牙さえも生々しい血に濡れてピカピカ光っているではないか。茶色の毛の全身がどす黒く血の斑点だ。顔も血みどろの淵になって、その中から輪光を放つ丸い目が
じっとこちらを睨んでいる。顎からはまだポタポタと血の雫が垂れている。山犬だよ。モグラかなんかやっつけたんだよ。逃げない方がいい。逃げるとかえって危ないから。さすがに大家は山犬に慣れていた。彼は舌を鳴らしながら怪物の方へ近づいていった。なんだ、知ってるやつだよ。いつもこの辺をうろうろしているおとなしいやつだよ。向こうでは大家を知っていたのか、やがて血みどろの山犬はのそのそと木の陰を出て二三度彼の足元を嗅いだかと思うと、森の奥へと駆け込んでいった。だが君、モグラやなんか食ったんであんな血みどろになるだろうか。変だぜ。殿村はまだ青ざめていた。ははは、君も臆病だね。まさかこんなところに人食いの猛獣はいやしないよ。大家は何をバカバカしいと言わぬばかりに笑ってみせたが、実は案外そうでなかったことが間もなく分かった。森を出離れてぼうぼうと雑草の茂った細道を歩いていくと、草むらの中からむくむくとまたしても血みどろの大犬が姿を現し、人に驚いたのか一目散に逃げ去った。おい、あいつはさっきのやつと毛色が違うぜ。揃いも揃ってこの村の犬がモグラを食うなんて変だぜ。殿村は犬の出てきた草むらを分けて、その陰に何か大きな動物の死骸でも横たわっているのではないかとビクビクもので探し回ったが、別段猛犬の餌食らしいものは見当たらなかった。どうも気味が悪いね。引き返そうか。うん。だがちょっとあれを見たまえ。またもう一匹やってくるぜ。一丁ばかり向こうから線路の土手に沿って雑草の中を見え隠れに。なるほど、また毛色の違うやつが歩いてくる。ちらちらと草に隠れて全身を見ることができぬため、非常に大きな動物のようにも、また犬ではないもっと別な生き物のようにも感じられて、ひどく不気味である。道はとっくに部落を出離れているので、辺りは人気もない山の中、狭い草原を挟んで両側から迫る黒い森。刃物のように光る2本の鉄路。はるかに見えるトンネルの口。薄暗くシーンと静まり返った夢の中の景色だ。その草むらをごそごそと近づいてくる猟犬の姿。おい、あいつなんだかくわえているぜ。血まみれの白いものだ。うん、くわえている。なんだろう。立ち止まってじっと見ていると、犬が近づくに従ってくわえているものの形が少しずつはっきりしてきた。大根のようなものだ。ただし大根にしては色が変だ。鉛のように青白い、何とも言えぬ色合いだ。おや、先がいくつかに分かれている。5本指の大根なんてあるものか。手だ。人間の生腕だ。断末魔に空をつかんだ鉛色の人間の片腕だ。肘の関節から食いちぎられて、その端には赤い綿のような塊がくっついている。あ、畜生め！大家がわめきながら石ころを拾って
いきなり投げつけた。ギャンギャンという悲鳴を上げて、人食い犬は矢のように逃げ去った。小石が命中したのだ。